サイバートラックの驚くほど低い下取り価格、イーロン・マスクさんが再び24時間体制で仕事に復帰したというニュース、X で起きた大規模な障害、そして取締役報酬に関する裁判とロビン・デンホルムさんの株売却の真相まで、どれもテスラオーナーの方や株主にとって無視できない動きです。おはようございます。ケンです。この動画ではそれぞれのニュースをわかりやすく、そして背景も含めて丁寧に解説していきます。聞いたことがあるニュースもきっと新たな視点で理解できると思いますので、ぜひ最後までご覧になられてください。それでは早速行きましょう。最初のトピックはサイバートラックの下取り価格についてです。2023年末にデリバリーが始まったテスラのサイバートラックですが、すでにその市場価値が大きく下がっているという報告が出ています。テッククランチの記事によると、あるオーナーはおよそ1年前に10万ドルで購入した AWD モデルをテスラに下取りに出したところ、提示された価格は約6万3000ドルだったそうです。走行距離は約3万1000キロ、つまり約 37% の価値が失われたということになります。さらに2024年9月に12万7000ドルで購入された最上位モデルサイバービーストも下取り価格は約7万8000ドルにとどまり、こちらも 38% 近い下落です。一般的に新車は購入後2年でおよそ 30% 程度の価値が下がると言われていますが、今回のケースではそれを上回るスピードで減価しています。もちろんこれは個別の事例ではありますが、オーナーにとっては想定外の事態と言えるでしょう。この背景にはサイバートラックの品質面での問題も影響していると考えられています。例えば走行中にトリムが外れたという報告やアクセルペダルの不具合が取り上げられており、これらがリセールバリューに影響している可能性があります。また、イーロン・マスクさんの政治的なスタンスに反発する動きもあり、一部のオーナーが嫌がらせや破壊行為の対象になるといった報告も出てきています。テスラは当初、サイバートラックを購入したユーザーに対しては、1年間の再販禁止ルールを設けていましたが、現在は他のテスラ社への買い替えに限って下取りを受け付けています。しかし、今回明らかになった査定価格は、今後サイバートラックの再販価値に対して警戒感を与える結果となりました。では続いての話題ですけれども、イーロン・マスクさんによる24時間365日体制への復帰宣言です。きっかけとなったのは、2025年5月24日に発生したソーシャルメディア X の大規模な障害です。この障害によりアメリカを中心に数万人のユーザーが X を利用できなくなるっていう深刻な影響が出ました。原因はオレゴン州にあるデータセンターでの火災とされています。これによりフェイルオーバー、つまりシステム障害時の自動切り替え機能が正常に働かず復旧までに時間を要しました。この出来事を受けてイーロン・マスクさんは X 上で、私は再び24時間365日働く会議室、サーバールーム、工場で寝泊まりすると宣言しました。さらにこの復帰は X だけにとどまらず、自身が率いる他の企業、例えば XAI、テスラ、スペース X、そして翌週に控えていたスターシップの打ち上げにも注力していくという姿勢を示しました。そしてイーロン・マスクさんはこれに合わせて自身がボランティアで参加していた政府効率化局同時の活動も縮小することを明らかにしました。今後は2週間に1から3日の参加にとどめ、企業活動により集中すると述べています。ここで注目すべきは、この決断が単なるパフォーマンスではないということです。イーロン・マスクさんが実際に現場に戻り、運営や技術開発に深く関わることで、企業の方向性やスピードが大きく変わる可能性があります。そして、この行動に対して、投資家たちはポジティブな反応を示していて、テスラ株の回復にもつながったという報道もあります。イーロン・マスクさんが本気モードに入ったということです。これからいろいろと進みそうだなと思います。結
結果を楽しみに待ちましょう。では、ここからはテスラの取締役報酬に関する訴訟とその和解についてお話をしていきます。2020年、デトロイト市の警察と消防の年金基金がテスラの取締役会を相手に訴訟を起こしました。この訴訟のポイントは、取締役たちが受け取っていた報酬が過大で不当だったという主張にあります。ただしこの訴訟は株主が会社のために起こすもので個人的な利益を得るものではありません。もしこの訴えが認められれば、その利益はテスラに返還され、間接的に全ての株主が恩恵を受けるという形になります。2023年7月、テスラの取締役はこの訴訟に対して和解に応じました。ポイントは非を認めることなく、合計で7億3500万ドルがテスラに返還されたという点です。内訳としては、現金、株式、そしてキャンセルされたストックオプション、さらに2021年から2023年の3年間は報酬そのものを放棄されており、これを含めると和解の総額はおよそ9億1900万ドルに上ります。そして注目すべきは、イーロン・マスクさんはそもそも取締役としての報酬を一切受け取っていなかったということです。つまり今回の返還には含まれていません。この和解は2025年1月、デラウェア州の裁判所によって正式に承認されました。ただし和解金は保険金でカバーされず、テスラ自身が負担しています。また原告側の弁護士に支払われる1億7600万ドルの報酬について、こちらに関してはテスラは最高裁に異議を申し立てて行う構えです。では、今回の和解で特に注目されている人物、テスラの取締役の議長、ロビン・デンホルムさんの株の売却について少し詳しく見ていきたいと思います。最近、デンホルムさんがテスラ株を大量に売却していることが一部で話題になっています。その金額の大きさから私利私欲ではないのかと疑う声もありますが、実際にはこの売却には明確な背景があります。それが先ほどお話しした取締役報酬に関する訴訟の和解と関係しているという点です。具体的に言いますと、2017年から2020年にかけて付与されたストックオプションのうち、デンホルムさんに関連するものは約205万株ありました。そしてその一部、109万株以上がすでに売却済みです。これらの売却は、和解条件を履行するために行われているもので、テスラへ価値を返還する目的があります。ただ単に個人的な利益を得るためではないということになります。また、テスラのストックオプション制度には、一方的にキャンセルをするという選択肢がないため、和解に基づいて返還するには、実際に株を売却し、その資金を戻すっていう手順を取る必要があるんです。さらに、デンホルムさんは一連の売却を 10B51 計画と呼ばれる自動売却プログラムに基づいて実行しています。これはインサイダー取引を防ぐためにあらかじめ設定されたルールに従って売却が行われる仕組みです。つまり、計画的に法的に、そしてテスラのために行われているということが言えます。ちなみに現在のテスラの取締役たちは報酬としてストックオプションを受け取っていません。和解以降は年額の固定給のみで活動しており、デンホルムさんの年収は現在およそ21万9000ドル、彼女が取締役に就任した2014年当初はわずか4万5000ドルだったことを考えると、その差は大きいですが、ストックオプションの付与は完全に停止されています。まとめますと、デンホルムさんの株の売却は個人的な利益ではなく、訴訟の和解条件に基づいたテスラへの返還の一環であり、誤解で語られてしまうのはもったいないという話にもなります。では最後に今回の4つの動きを通じて見えてきたテスラの今について簡単にまとめていきましょう。1つ目はサイバートラックの下取り価格が想像以上に低下しているという事実。
これは今後の中古市場や買い替えを考えるオーナーにとって見逃せないポイントです。そして2つ目は、イーロン・マスクさんが再び24時間365日の働き方に戻ると宣言したこと、X の障害をきっかけに経営の現場に深く関わる姿勢を再確認する発言となりました。そして3つ目は、テスラの取締役報酬に関する株主代表訴訟の和解。取締役が過去の報酬を実質的にテスラに返還する形になり、その額は総額で9億ドルを超える大きなインパクトを持ちました。そして4つ目は、その和解の一環として、ロビン・デンホルムさんが行っている株売却の実態、誤解されがちですが、これは個人的な利益の目的ではなく、法的責任と企業への貢献に基づいたものです。これらの動きはすべてテスラという企業の透明性、経営陣の姿勢、そして株主やオーナーへの責任という観点で非常に重要な意味を持っています。テスラに関わるすべての人がこうした情報を正しく理解することがこれからの判断につながるんじゃないかなと僕は思いましたけれども、皆さんはどう感じられたでしょうか？よかったらぜひね、コメントで意見を聞かせてもらえたらと思います。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日は少し下げて現在339ドルとなっております。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。テスラオーナーの方で自動車保険をどうしたらいいのか悩んでいませんか？テスラは輸入車なので修理とかになったら保険料も高くなってしまいますし、保険をどうするかっていうのはテスラオーナーにとって結構大きな悩みなんですよね。でもそんな方におすすめなのがアークエイドというテスラ専用の保険サービスです。驚いたのがドアビナーの破損やいたずらによる傷まで保証されるのに保険等級に影響が出ないプランがあるということ。しかも保証内容はテスラの特性に合わせて設計されているんです。普通の保険だと高すぎる、テスラに合う保険が見つからない。そんな方は一度アークエイドに問い合わせをする価値は十分にあるんじゃないかなと思います。気になる方はぜひ概要欄の僕のサービスの一覧のリンクからチェックされてみてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。